はいどうも M クライズです。ガンプラ制作動画、今回制作するキットはこちら。はい、来ました。こちら最新キットグフイグナイテッドハイネベステンフルス専用機になります。はい、こちらは今年の7月に新発売されましたグフイグナイテッドの最新キットになりまして、以前の HG グフイグナイテッドに比べていろんなところが改修されたまさに新キットとなりました。はい、側面はこんな形で完成見本写真の方が掲載されています。この写真の状態でも以前のグフイグナイテッドよりもはるかにプロポーション改修されたのが見受けられます。こちらのキット、このようにシードアクションシステムの方が採用されていまして、このように幅広い駆動域のプロポーションを取ることが可能となっています。また腕部にはスレイヤーウィップが2本付属しておりまして、湾曲した状態と直線の状態、こちら2つを付け替えで再現することができます。こちらビームソードにつきましてはパーツの差し替えなしで伸縮展開ギミックが再現可能とのことです。反対側の側面、このようにグフイグナイテッドハイネベステンフルス専用機の解説が書かれています。はい、では次に気になる中身の方をチェックしていきたいと思います。それでは箱の方オープン。はい、中身こんな感じですね。ランナー袋が1枚、2枚、3枚、はい、4枚入っています。一番底の方にはこちらビルダーズノートの宣伝ですね。こちら裏面印刷のものが入っておりまして、こちらがガンダムアッセンブルの広告になります。一番底の方に、はい、こちら本作のキットハイネベステンフルス専用機グフイグナイテッドの説明書になります。表面裏面こんな感じですね。こちら裏面にもこのようにポーズ見本写真が描かれています。こちら今回キットの方塗装する場合は、これだけの色を使用するということになります。こちら思ったよりもカラフルな色展開になっています。説明書の中身はこちらカラー印刷の面と、こちら裏面につきましては全て白黒印刷になっています。こちらは新規造形の新キットとなってますので、余剰パーツにあっても一切なしの状態ですね。では次にランナーの方をチェックしていきます。こちらグフイグナイテッドのメインカラーとなる成型色になります。このように非常に色鮮やかなオレンジ色をしています。それに対してこちらが胸部パーツなどの少し濃いめのオレンジ色になります。こちら胸部の下部分、こちら水色のパーツがあるんですが、こちらはこのようにしっかりとパーツによって色分けがされています。はい、こちらグフの前スカート部分のパーツになります。こちら非常にツルツルの状態でディテール何も入っていないような状態ですね。そしてこちらがグフの内部フレームのパーツになります。こちら表記につきましてはザフトフレームというふうに書いています。こちらグフ以外にももしかしたら他のキットにも流用できるようになっているのかもしれないですね。こちら背部のバインダーのパーツです。こちら羽非常に大きいですね。もう一枚こちら白いバインダーのパーツもあります。これとこう組み合わせることによって背中の羽部分が出来上がるんですね。そしてこちらがグフといえばのパワーウィップのパーツになります。この下部分、これが一直線に伸びているものと、このように湾曲して、敵に叩きつけるようなイメージを再現する、こちら2つのパーツで構成されています。このハイネベステンフルス専用機のこのグフイグナイテッド、非常に見過ごせないキットかなと思います。それでは早速こちらのキット制作開始したいと思います。はい、では早速胸部パーツの方から作っていきます。まずはこちら内部フレームのパーツに下からボールジョイントのようなパーツをこのように取り付けていきます。こちらパイプのような形状をしているパーツにこのパーツをこのように取り付けます。はい、先ほど作ったこちらのパーツをフックに引っ掛けるように取り付けます。で取り付け終わりましたら、下にこちらのパーツをぐるっとこのように下まで一周させます。非常に変わった作り方ですね。続いてこちら腕のジョイント部分になるパーツを組み立てて、こちら反対側も同じようにこのように組み立てます。これをそれぞれ先ほどのボディパーツの方にこちら左右それぞれ取り付けていきます。この状態の胸部フレームにこちら登場しました濃いオレンジ色のパーツを
取り付けていきまして、こちら反対側もこのように取り付けてあげます。こんな感じになります。続いてこちら胸部のコックピット周辺のパーツになりますが、こちらに非常に鮮やかな水色のパーツをパーツの裏側から取り付けます。こんな感じでしっかり色分けできてますね。これを先ほど作ったこちらのパーツにこのように取り付け、こちら背中になるパーツを後ろ側から取り付けて、続いてこちら前側のパーツを取り付けていきます。続いてこちら前側のパーツをこのように胸部に取り付けていきます。最後にこちら黒いコックピット周辺のパーツをここに取り付けてあげれば、これでグフイグナイテッドの胸部パーツが完成しました。はい、では次に頭部の製作になります。こちらモノアイとなるこちらのパーツをこちらグフの頭部に取り付けます。そしてこちら動力パイプのパーツですね。こちら上側にこの湾曲が来るようにこちらのパーツを後ろ側から留めてあげます。こちらパーツのピンも上を向いている状態ですね。こちらはめるくぼみがありますので、ここに動力パイプをこのように取り付けまして、でここからパーツをぐるっと上にかぶせてあげるような動きをします。こちら下ですね、グフの口となる部品をこのように取り付けてあげて、こちら頭部にブレードアンテナを取り付けます。これを先ほど作った頭部にこのようにかぶせてあげると、これでグフの頭部パーツが完成しました。こちらブレードアンテナ非常に長くて鋭い形状をしてますね。ここの出っ張りを切り落とすだけでアンテナのシャープ化は必要なさそうな形状をしています。またこちら頭部の下側にこのように指で動かせる構造になっていまして、これを動かしてあげることで頭部のモノアイが稼働する仕組みになっています。では次に腕のパーツを製作していきます。こちらの内部フレームに対してこちらのオレンジ色のパーツをこのように前側と後ろ側、こちら2つでこのように挟み込んであげます。これを肩アーマーのフレームとなりますこちらの部品に取り付けて、これすごいですね。これ一つで肩のショルダーアーマーがそのまま完成する形になっています。こちらパーツの奥はこのような形状になっておりまして、ここに先ほど作ったパーツをこのように入れてあげます。これ完全に肩アーマーの方合わせ目ないですね。以前のキットでしたら、ここに縦にまっすぐ合わせ目が本来であれば入っていたはずなんですが、その合わせ目今回はこちらに移動してます。はい、これ一見これだけでは合わせ目のようには見えないようにしっかりと工夫されてますね。続いてこちらショルダーアーマーの角を先端にこのように取り付け、そしてこちら前側の方と後ろ側それぞれにこのように角を取り付けます。こんな形ですね。これでショルダーアーマーの方が完成しました。次は腕の関節部分を作っていきます。こちら上部分と下部分に内部フレームのパーツを入れまして、このように蓋をしてあげます。これで関節の方ができました。こちら内部フレームに対してこちら上腕部にオレンジ色のパーツを取り付け、はい、次にこちら、少し変わった形状のパーツをしてるんですけども、こちらのこれまた非常に変わった形のパーツですね。これを中のここの溝とここの溝がしっかりとはまるように上からスポッとこのように取り付けてあります。先ほどつけたパーツの下側ですね。はい、こちら溝に合わせてカポッとこのように、取り付けてあげます。これを先ほど作った腕のパーツにこのように取り付け、こちら腕のパーツの方にこちら4連ビームガンの方を取り付けていきます。これで腕部の4連ビームガンが完成しました。これを先ほど作ったこちらのパーツにこのように取り付け、こちらハンドパーツに手の甲を取り付けてあげて、これを先ほど作った腕パーツに取り付けます。そして最後ここですね、パーツつける溝があるんですが、この溝にこちらのスレイヤーウィップ、これ展開前の状態のパーツを取り付け、これを先ほどのショルダーアーマーの方にカチャッとつけてあげれば、これでグフイグナイテッドの腕パーツが完成しました。
はい、こちら反対の方も腕パーツ完成しまして、こんな形になっています。はい、どこを探しても合わせ目が全く見当たらないような非常に綺麗な仕上がりになっています。またこちらの角にあっても非常に鋭くて、もう手の加える箇所がないぐらい完成度が高いキットになっています。はい、では次に足のパーツを作っていきます。まずはこちら、足のつま先部分となるパーツにこちらの内部フレームをパーツの裏側からこのように差し込んで、上飛び出たここの部分にパーツを差し込みます。この状態で上に持ち上げます。続いて足の底となる部品をこのように取り付け、上ですね、足の甲となるパーツをこのように取り付けます。これで足のつま先部分のパーツができました。はい、では次に関節を作っていきます。こちらのパーツですね、このようにはめまして上から蓋をしてあげます。これで足の関節パーツが出来上がりました。続いてはこちら、足の太もも部分のパーツになりますが、こちらバーニアノズルを足パーツのこの位置に取り付けます。そしてこちらの内部パーツを少し分かりにくいんですが、先ほど作ったパーツのちょうどこの辺りにこのようにはめ込みます。そして上のこの部分に先ほど作った関節パーツをこのように取り付け、もう一つのパーツで蓋をしてあげます。そしてさらに上からこちらのパーツをこのように取り付け、そしてこちらのパーツを関節の上からかぶせてこの位置で固定します。でこちらのバーニアノズルをこちらのパーツに取り付けまして、先ほどの足のパーツに取り付けます。これで足にバーニアが2つついているような状態になります。そして大腿部のパーツをこの位置につけて、反対側も同じようにパーツをつけて固定します。こちらの黒いパーツにこのオレンジのパーツをスライドする形で取り付けまして、足のこの部分に取り付けます。こちらの内部フレームパーツにパーツを取り付けて、同じように蓋をしてあげます。これを先ほどの足の上にこの位置に取り付け、足パーツの下部分にこちらのパーツを取り付けます。そして最初に作ったこちら足のつま先パーツと足本体のパーツをこのようにドッキングしてあげると、これでグフィーグナイテッドの足パーツが完成しました。はい、両足揃うとこんな感じになります。こちらも特に合わせ目という合わせ目は特に目立ったようなものはないんですけれども、強いて言うなればこちらですね、こちら大腿部のこの側面側、こちらに唯一合わせ目が目立つような形であるかなと思います。では続いては腰部パーツになります。こちら腰部の動力パイプになるこちらのパーツにこちら内部フレームのパーツをこのように取り付けます。そしてこちら股関節周りのパーツになりますが、こちらにくぼんでいる部分にこちらのパーツを取り付けてあげます。そして先ほどの動力パイプのパーツを取り付けてあげて、そしてこちら後ろのスカート部分になるパーツにこちらのパーツを取り付けます。これを先ほどのパーツに取り付けていきます。こちら前スカートのパーツとそれを固定するこちらのパーツですね、こちらを取り付けてこのようにぐるっと前に回してあげます。そして先ほど本体のパーツにこれをドッキング、こんな感じになります。こちら横スカートとなるこちらの部品にこちら本体に接続するためのジョイントパーツをこのように取り付け、左右合わせてこちら2枚用意します。先ほど作ったサイドスカートをこの位置に取り付け、こちら反対側もこれでグフイグナイテッドの腰部パーツが完成しました。こちら見てみますと合わせ目はもちろん全くないような状態ですね。強いて言うなればこちら前スカートであったりこちら後ろスカートにあっては特にディテールなどは入っていなくて、非常にシンプルな構成になっています。またこちら前スカートの反対側ですね、こちらくっきりと肉抜き穴が埋まっておりますので、こちらこだわってこのキットを製作するにあたってはここの肉抜き穴を埋める作業も必要になるかと思います。はい、では次は背中のフライトユニットを作っていきます。はい、こちらフライトユニットの翼になるパーツですね。黒色の一枚物のパーツになっているんですが、非常にサイズ感のある大きい翼になっています。長い方と短い方があると思うんですが、短い方にこちらのパーツをしっかりと奥まではめ込みます。そしてその状態からこちら白色のパーツをこのように
表側と裏側それぞれにはめ込んで、これで1枚の翼が完成しました。こちら翼のダクト部分についてもしっかりとディテール再現されていますね。こちら少しちょっと肉抜き穴があるような状態になっています。では次にこちら先ほど作った大きめの翼にこちら小さい翼をこのようにしっかりと奥まで入れてあげます。はい、この状態で最終的に固定するこちらのパーツをこの中に通してあげて、これで1枚の翼が完成しました。こちら大きい方の翼につきましてはこのように成型色のパーツで塗り分けされているんですが、こちらの小さいパーツですね、こちらのここの部分につきましては本来白色になるんですが、それはこちらのシールの方で塗り分けの方をするようになっています。では左右合わせてこちら羽パーツを2枚製作しました。ではそれぞれ作った羽のパーツを固定する真ん中のブースターパーツを作っていきます。まずこちらダクトとなるこちらのパーツにこの水色のパーツをこのように取り付けます。こちら作りましたブースターをこの位置に取り付けて、そしてさらにこちらのパーツを取り付けていきます。この状態でパーツの上から蓋をします。こちら背中のブースターパーツができました。では先ほど作ったこちらのパーツにこちら左右それぞれ羽となるパーツを取り付けます。現状こんな感じに仕上がっています。そして次にこちらフライトユニットの上の方に来るパーツになるんですが、下の方にこのグレーのパーツをこのように取り付け、本来こちらのここの三角形の場所ですね、こちら本来水色になるんですが、こちらにあってもこのシールで塗り分けをするようになっています。はい、そしてこちら、作りました羽の上部にこのパーツをこのように通してあげます。通し終えましたらここからグイッと上に持ってきて、ここからグッと下に押し込むような構造になっています。そして上からこちらの白いパーツで蓋をしてあげると、これでフライトユニットの方が完成しました。フライトユニットの方はこちら上部がこのように稼働するのと羽も展開するような、このような形になっています。はい、それでは最後にシールド部分とソード部分を作っていきたいと思います。まずこちら白い1枚のパーツに対してこちら濃いオレンジ色のパーツをこのように取り付けてあげます。そしてここの部分にこちら角のパーツですね、こちら下の方が出っ張り長くなるように固定します。はい、そしてこちら裏面にもこちら白いパーツで蓋をしてあげて、こちらグレーのパーツをここに取り付け、そしてこちらのジョイントパーツをこのように通してあげます。そしてこちらの側面穴が開いておりますので、こちらの持ち手となるパーツをこのように取り付けてあげれば、これでグフのシールドが完成しました。はい、では次はソード部分ですね。こちらの持ち手に対してこちら黄色いパーツを取り付けてあげた後に、上からこの位置で蓋をしてあげます。そして真ん中ここ穴が開いておりますので、こちら小さいグレーのパーツを取り付け、こちらソードの先端となるパーツを取り付けて、反対側このように蓋をしてあげます。これでグフイグナイテッドのソードが完成しました。こちら差し替えなしでこのように引き伸ばすことによってソードが伸縮する仕組みになっています。そしてこちらソードを引き伸ばした状態でこちらのビームエフェクトパーツをこのように左右それぞれつけてあげることによって、このようにビームソード展開時が再現できます。はい、またこのビームソードはこのように縮めた状態でこちらシールドの裏面ここですね、このように収納することができます。はい、ではこれでグフイグナイテッド全てのパーツの製作が完了しましたので、ここから最終組み立てに入ります。まずはこちらの腰部パーツ、こちら前スカートと横スカート広げた状態で左右それぞれ足をドッキングしていきます。スカートを元の位置に戻してあげて、これだけでグフイグナイテッドの下半身完成しました。続いて上半身ですね。こちら胸のパーツに左右それぞれ腕をこのように取り付けてあげて、そして上のフェイスパーツを取り付けます。これでグフイグナイテッドの上半身パーツ完成しました。それでは先ほど組み立てましたこちら下半身のパーツと上半身のパーツ、
こちら上下それぞれドッキングしまして、これでもうこの時点で皆さんのよく知るもうグフが完成してますね。こちら背中のこの丸い部分にこちらフライトユニットをこのようにドッキングしてあげて、はい、こちら左腕のこの穴にシールドをドッキングします。これでハイグレードグフイグナイテッドハイネ・ベステンフルス専用機完成しました。はい、では早速完成したこちらのグフ見ていきたいと思いますが、やはりこちら全体ぐるっと見渡しても、まず第一印象としましては、まず合わせ目が全くないような印象ですね。そして非常にこの佇まい、このプロポーション、いかつい見た目をしています。こちら大きさにつきましても、通常の HG のグフと比べましても、非常にボリュームアップしたような印象が伺えます。こちらのキット全体を通して特にスタイル回収なども必要ないぐらいの非常に優れたプロポーションをしているように思います。強いて言うのであれば、こちら前スカート部分であったり、こちらのショルダーアーマー部分につきましては、特にディテールなども入っていないシンプルな構成になっておりますので、こだわってこちらのキットを製作するのであれば、こちらの方もぜひ筋彫りを入れたいポイントになるかなと思います。はい、また可動域にあっても非常に広範囲に稼働するようになっておりまして、とても迫力のあるアクションシーンを再現することができるようになっています。本当にこのキットを見ていますと、ガンプラの技術の進化っていうのが伺える、そんなキットであると思います。今後はこのキットもぜひ全塗装動画の方も上げていこうと思いますので、もし興味のある方はぜひそちらの動画もチェックしていただければと思います。はい、ということで HG グフイグナイテッドハイネ・ベステンフルス専用機製作していきましたが、いかがでしたでしょうか。このキットは元々の完成度も高く、プロポーションにあっても特に手を加える必要がないほど洗練された一機であると思います。この動画では今後も全塗装動画であったりガンプラのテクニック講座なども随時アップしていこうと思いますので、チャンネル登録のほどよろしくお願いします。最後までご覧いただきありがとうございました。以上、Mクライズでした。